が出ています。プリミティアプレイヤー L です。今回は拡散レーザー砲を作ってみようと思います。古代のコアをうまく使った強力な兵器にしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはレーザーが効かないガラスを箱状に組み合わせたら、その中に古代のコアの第三形態を呼び出して捕獲しましょう。こうすれば高く飛び立てないので、古代のコアのサイズと同じ40センチ四方のガラスで囲んで閉じ込めることで、どこにでも接着できるようにしました。こちらを狙って接着ボタンを押した瞬間、設計図に登録することで、設計図から呼び出したとき、古代のコアが入った状態になります。この古代のコアから発射されるレーザーを兵器として活用するために、銀の塊で反射しましょう。銀の防御力が低いと、レーザーでダメージを受けて壊れてしまうので、ギリギリ壊れない最小の大きさを探っていきます。結局、一辺が20センチの立方体で、防御力が100の時、ギリギリノーダメージで耐えてくれることが分かりました。ではここから古代のコアを4つ並べて、そこから発射されるレーザーを前方に反射できるようにしていきます。ガラスだとすぐ割れるので、ガラスより丈夫な水晶に素材を変更しています。こんな感じで間に隙間を空けて横に2個ずつ並べてみましたが、この状態でレーザーを反射すると、角度がいまいちなので、反射したレーザーが古代のコアに当たってしまいます。これでは、前にレーザーが飛びませんし、壊れてしまうので、配置を変えていきましょう。古代のコアの間隔を広くしてみましたが、この状態でも反射したレーザーが古代のコアに当たってしまいます。反射する糸を2枚にする方法もありますが、それだと重くなりすぎてしまうので、さらに配置を工夫しましょう。今度は、横に並べるのではなく、4つの古代のコアをつなげて、上に置くようにしました。これなら、角度をつけて前に反射すれば、問題はなさそうです。だいたい水平な角度で反射するように、角度を合わせて防御力100の銀の板をつけたら、地面の上を動かせるように、ベアリングのタイヤを4つ追加していきます。よし、タイヤを付け終わったので、固定を解除して動かしてみると、多すぎてベアリングの外輪が外れかかってますし、あまりスムーズに動いてくれません。まだ改良が必要ですね。タイヤを安定させるために、外輪をもう1枚重ねて、タイヤを太くしてみました。そうすると、さっきよりはマシですが、まだ動かしづらいのは変わりません。そこで、体で押す力で移動ができるように、私の体の周りを水晶の板で囲むようにしました。さらに、タイヤに行けるラインの数も、もう一つ増やしています。これならどうでしょうか。板の中に飛び込んで、体を押し付けてみると、よし、ちゃんと4本のレーザーを反射して、前に飛ばすことができています。レーザーの出力は最大のはずなので、ダメージも申し分ないです。これで拡散レーザー砲は完成ですね。古代のコアを接着すると同時に、設計図に登録しておきましょう。今度はカメラに向かって撃つと、派手にレーザーが出ています。なかなかの迫力ですね。せっかくなので、古代のロボットを呼び出して攻撃してみましょう。小回りは効かないので、近づかれると厄介ですが、クリエイティブモードなので、私を狙うレーザーを直接当てれば、なんとか倒すことができます。遠くにいるロボットは、レーザー発射前に出る細いレーザーサイトを微調整しながらうまく狙うことで、結構遠くにいるロボットにもダメージを与えて破壊することができました。なかなか難しいですが、運よくいい位置にロボットが並んだ時は、
3体同時に葬り去ることができるので、かなり強力な兵器です。では、いつものように、巨大な木から狙っていきましょう。レーザー攻撃なので、防御力の高い外木には、ダメージを与えることができません。これはしょうがないですね。ドローン工場の壁も威力不足で破壊できませんが、その上にあるビーム砲台は壊せました。風力発電機の方は意外とちゃんとダメージを与えて破壊することができています。銃で撃つときは風力発電機の柱の方がダメージが低かったので、レーザーで撃つときのダメージは特殊な計算式になるみたいです。それでは次はこちらのザゴキャラの大群を狙ってたくさんレーザー砲で撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速撃ってみると、4本の強力なレーザーが次々にザゴキャラを焼き尽くしていきます。レーザーとレーザーの間は結構隙間があるので無駄になっているレーザーもありますが、古代のコアの謎のパワーで無限に撃ち続けられるので、ずっと続けていればすべてのザゴキャラを破壊することができました。ちなみに私の視点だとこんな感じです。四角い枠の中に入っていると向かってくるレーザーが体に当たることなく反射して前に飛んでくれます。枠を押して移動したり、移動しなくても私が位置を変えることでレーザーが飛んでいく方向や高さを変更することができます。なので結構狙いやすくすべてのザゴキャラを破壊し尽くしました。それでは最後はイエロースライムに火薬をつけて引火させて倒せるようにしたら、こちらの拡散レーザー砲で巨大スライムを攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。早速発射すると、おっと火薬は爆発しましたがダメージが足りず倒しきることができません。それでもスライムがこちらに近づいて体当たりしてきたとき、やったー！巨大スライムを倒しました。古代のコアを囲んでいた水晶がうまく弾かれて当たって倒しきってくれたみたいです。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれた拡散レーザー砲さんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー